おはようございます。寒波の前です。寒波来たらまたは休むと思うので、今日も撮りだめですね。今週2回目の撮影です。この間撮影した時もうカニがね、一気に取ったのと潜ったのとで、エビも寒波の後もう全く入りが悪くなって、芝なんか漁場によってはもう見えなくなりましたけど、ただ12月ですので、エビが多いところを渡り歩きながら一番エースのカニを狙って頑張ってみたいと思います。まだ時間早いんでちょっと準備。そうにないやつばっかりですね。おお、よかった。1番目でもつらかった。これは希望です。これはちょっとギリかな。ちょっと測ってみないと。より切れないぐらいいたんですけど、夜のに20分以上かかってましたが、今は10分あれば寄れますね。なんか絹の多いですね。しかもきみれじゃない。普通寒くなったらチヌ消えるんですけど、増えとるやないか。なんで春のようなチヌ。まあ時期が時期なんで追ってくれさえすれば何でもいいですけど。チヌ5つ。エルニーニョの時はですね、数年前はですね、この時期でも1月や2月でもチヌいたんですよね。昔はもう12月になったらチヌが幻でした。音がしてるけど、おお、生き残り。だいぶ死んでるようですけどね。1匹なんとゲット。初秋に秋の初めにちっちゃいのいたんですけど、港の中32度という高水温一発切って、そこからもう全然見なくなりましたけど、生き残りがなんとまだ柔らかいし、これがいい。すごい。ゲットまで降りないですか。なんどうしたことなんだ。こんな寄り島起きて。逃げる。おお、切った。これはナイス。素晴らしい。一発がでかい。いやー、漁場変えてよかった。こう中身あり。こちらは本場の中身あり。お、もう一匹。あー、ちっちゃいか。
もない。うわ、何も入ってるのこれ。なんだここ。名古屋2つやんか。さっきガネが当たったとこがいいですね。どうやら味が見えない。エビだけはすごいですけど。ここはガラは多いっぽいですね、他のところより。あら、ちょっといい時間帯が来たのか。なんか雰囲気がいい。カニ2枚になって死ぬまでおるし。本日2本目、車エビ。車エビ毎年この時期いるんですけどね、この辺り、寄島沖に。今年はみんなと思っとったんですよね。今日は2つ。そろそろいい時間が来てほしい。でっかっ。多いっすね、カブトガニ。自分が見た中で最大級だな、これ。でっかっ。すごい。おかげでオンの爪が離れてしまった。多い人は1日3匹ぐらい取ってきたりしてますね。ほんまおもろいっすよね、作り。ここの足が一番おもろい。なんでこんな歩けるような形に。あ、嫌がってる。すごいね。ほんとすごいっすね。見れば見るだけ。足が何個もある。内側にもあるしね。ですね。よいしょ。カブトガニセンター駅です。お、まだカワハギ。これですね、今日2つ目。入らない。温度はなんでおいない。これのおかげで結構いい網にナイス。洗わなくても良さそうですけど、あ、なんとか結構いい感じの方ですね。真っ赤っかですね、山。おお、なんかおるやん。太陽傾いたね、尺出ましたね。ただここは小さい。まあどっちにしてもね、今はいい時じゃないんで拾いませんけど。我々のツーリングクラブ、伊賀天ツーリング部の
部員に頼まれてるんで。やったね。これはすごいの来たな。もう12月の半ばにこれは。今日はもうこれとヒラメで安心です。いやーすごいの来た、本当にこれは。よう無傷で入ってくれたもんです。ありがたい。最近は塩のとろみがいいとは限らんのんですけど、一応やっぱさっきの塩返しでしたね。お食事にモコモコっと出てきたのか、もう普段はね潜ってるんでね取れない。そこの上通っても取れない。いや最後に逆転がすごい。うなぎやん。今年はおらんのか思ったらやっぱり遅れてるんですね。今頃川から出てきて一瞬ハモかと思いましたけど、うなぎとハモじゃ大違い。もう一発なんかすごいの来てもらえれば、もう十分ですけど、もう一発なんかすごいの来い。ヒラメかと思ったらいたかい。しかもなんか何も入ってない風な。今度はハモでした。うなぎじゃなかった。でもさっきのボーナス2発がでかかったんで、今日はもう安心。結果いい量になりそうです。ナイス、嬉しい。あと数番です。とどめのヒラメ来てほしい。お小型ですが来た。全然嬉しい。小さくてもナイス。日に増えてるおこぜが今日はいませんでしたね。砂地の模様ラストです。取れるかなあれ。なんかめっちゃ暴れそうですよね。やっぱり取ろう。取れました。こっちもみんなあんま取ってこないんで、よいしょよいしょ。痛い痛い。貴重です。泥まみれだったんでこんなもんでしょう。ギリギリか。ちょっと無理そうやな。でもオレンジなっとるな。まあちょっとでも無理そうやなこれ。やめときます。じゃあ帰ります。お疲れ様でした。過去最大級です。でか挟まれとる。かわいい。何個ある足が。何個あるんだろうな。10本プラス内側にもあるで。ほんまじゃ。いつでもあるよ。ほんまじゃ。12本？12本に1、2、3、4、5あるけん。なんじゃ22本。すごいな。こう思っとんだろうなこれ多分。嫌がった。やめてあげよう。なんか出しておる。そう。過去最大ですな。でかいな。何年もんなんじゃろうね。何年もんなんだろう。ほんますごいでこれ。か
株と管理センターへ連絡していただきましょう。はい。ここすごいなこれ。うん。うわもうええじゃん。カワハギうん。大きいの初めて見たんで、はい。カワハギとうん。あとサゴシをはい釣りの方からいただいとんで、はい。サゴシの刺身ではい。よろしくお願いします。はい。皆さん今日もハードワークボッケお疲れ様でした。開けただけでいい匂いグラッパ。面白いか、まあ全然別に普通なんですけど、飲み方に気づきまして、この辛口のグラッパ、そして甘口バーボン、まあアイダブルハーパーじゃなくてもいいと思います。初めて飲む時はですね、ちょっとね撮影してるんであまりねわからない時があるんですけど、編集しながらもう一度飲みたいなと思って、自分が飲んでる姿を見て飲みてえなと思って飲むことあるんですが、編集しながらグラッパ、いやー辛口でもう香りがもう抜群。ブドウです。完璧ブドウの匂いの辛口の後にバーボンいくとめちゃくちゃ甘い。甘口の後に辛口いくと、うわ、ブドウのすっきりしたシャキッとしたブドウの香りとドライな感じ、この交互の実最高です。まあそれはいいんですけど、今日はこちらすごいの来ました。ブッカーズ。これはとんでもない。これは実は視聴者様からおすすめしていただいてたんですけど、まあ、一応自分上限決めてまして、2万円を超えたらもう買わないと決めてるんですが、もう天井知らずなんで、おすすめしてくださった時に調べたら2万円超えてたんですよね。しかもプレ価格、通常はそんなに高くないらしいです。でまあちょっと諦めて買わなかったんですが、大阪の友人が送ってくれました。決してねそれ諦めて買わんかったとか自分が言ったわけではありません。もう友人のおすすめです。ブッカーズ飲んでみてと、一番好きなバーボンだと大阪の友人が言うんで、飲んでみますというか送ってくれたので、もちろんありがたくいただきたいと思います。おお、色がもうこの木箱も使えますね。何かにかっこええし、これ決して瓶の色がこうだというんじゃないですよね。瓶はもちろん透明でしょう。こんな濃い色、メーカーズマークと比べても IW ハーパーと比べても、そして自分のとっておきフォアローゼズプラチナと比べても濃い。ちょっとフォアローゼズ久しぶりに香ってみよう。あーやっぱりいい匂い。開ける前から香りが漂ってくる感じではない。まあ、ちなみにグラッパとフォアローゼズとミュコーですか、開ける前から香ってました。ああ、そんなに甘い感じじゃないですね。ああ、こっちの方が圧倒的に甘い。キャラメリー。ああ、ちょっとIWハーパーちょっとアルコール臭が勝ってるかな。メーカーズマーク。あ、もうすっごい甘い。これ一番甘いんじゃないかな。キャラメルをちょっと超えちゃってるぐらいの甘さが感じられますが、に比べると全然香りが甘くない。ていうか香りあんまりしない。どのタイプ初めてな感じですけど、うわ楽しみ。ですね、アルコール分 63%？ ロックできるのか俺。原産国は当然アメリカではアメリカの誇りバーボンいただきます。香りやっぱないですね。あんまり感じない。63% ですね。アルコールの辛みがちょっと加水した方がいいかな。ただ甘さがすごい感じるようなバーボンではないですね。加水したらすごくやっぱり味が分かりますね。スコットランドの方がですね、テイスティングの基本は 50/50 だと教えてくれましたが、その理由はですね、味の一番分かるのがそこだということらしいですが、加水したらもうめちゃくちゃ分かりますね、味やっぱり。これは自分が今まで飲んだバーボンとは違う。これが好きな人はもう本当にこれなんじゃろうなという感じです。キャラメリーゼの感じとかもなく、香りも薄いんですけど、その分飲みやすい。で味に深みはあります、ちゃんと。自分の友人はねこれが一番好きだと言ってたんですけど、なるほど、その友人がですねもうめちゃくちゃ味の分かる人でしてね、魚の味とかめっちゃ分かってくれるんですよね。ファーストタッチよりも奥の方にだんだん味を感じるようなバーボンだと自分は思うんで、
彼が好きなのがなんとなくわかる。あっさり飲めるけど奥の方にすごい深みと味わいがある感じのバーボンですね。ブッカーズの評価をでは調べてみたいと思います。どんなお酒なんですかね、ブッカーズ。どう評価しとんじゃろみんな。 AI による概要。ブッカーズは高アルコール度数 60% 以上。でもアルコール度数はやっぱり高い方が美味しく感じますよね。なんでなんかな。滑らかで濃厚。お、まさにそれ。いや自分がほんとそう思います。滑らかで濃厚というか、もうなんかこうコクがあるというか、奥の方に味がするって感じです。複雑な風味。バニラ、キャラメル、スパイシー、フルーティー。あ、フルーティーは思いました。キャラメルはまあ今まで飲んだバーボンの中では一番キャラメルの感じは一番低かったですね。スパイシーはスパイシーはアルコール度数高いんですから、もうスパイシーには当然感じますよね。バニラはちょっと思わなかったですね。が魅力のプレミアムバーボンで、確かにな。バーボン愛好家から高い評価を受けていますでしょうね。わかる。製造年バッチごとに味わいが異なり、そうなの？製造年書いてないな。書いとってほしかったな。書いてないですね。力強い旨味と樽の香りが特徴ですが、まあ確かに確かに力強い旨味は分かります。もう奥の方にすごいコクを感じます。度数が強いため加水したりトワイスアップでゆっくり楽しむのがおすすめ。まあそうですね。まあ自分も加水しましたんで、味がちょっと度数強かったので最初ちょっと味がちょっと分からんかったですね。アルコールの辛みで定価が高く入手困難なこともありますが、まさにそれで買えませんでした。その品質とステータス性からバーボン好きなら一度は飲むべきと評される一品です。まあ確かにそうです。本当にまあ AI の言うてることがほとんどそうですね。バニラだけがあんまり感じれなかったですね。やっぱり度数が高いからかな。味というよりもアルコールの辛みが先に来ちゃったんで、まあ加水すると当然わかりますけどね。でもそれでもバニラはあんまり感じなかったですね。どっちかとバニラって甘めのバーボンの方が感じやすいんですけど、そんなに甘めでもないと思うんですけどね。まあ自分がバカ舌なだけかもしれませんけどね。カワハギ刺身になりました。まあこちらは童顔です。自分にとってはいつもですね。あと今日のメインなんですけど、これ遊魚の方から佐護市いただきまして、めちゃくちゃ楽しみですね。秋ザワラはですね、春ザワラより圧倒的に美味しいです。なぜなら春ザワラは産卵のために寄ってきてるんですけど、秋ザワラは産卵ではありませんので、油の乗り具合が全く違います。油がちょっとすごすぎるので、自分は佐護市の方が好きなんですよね。基本春でも佐護市の方が油があんまり乗ってないいうか乗りすぎてないんで、佐護市の方が好きなんですけど、秋は特に佐護市の方が自分は油がきつくないんで好きですが、佐護市でもすごい油です。もう見て違う。しかも釣りのやつ網で傷んでない。絶対美味しいに違いありません。沖でね漁しててもね、サワラとかサゴシがジャンプしてるのが見えます。これは本当にありがたい。友人からブッカーズをいただき、近所の方から釣ったサゴシをいただき、ありがたすぎる。もう本当にありがとうございます。刺身はですね、カシュー剣でいただきたいと思います。カワハギからいただきたいと思います。いただきます。買った。うまっ。ビビるビビる。うますぎてびっくりする。ちょっとこれもうまいですけど、これがうまい。毎年年にほんと1遍ぐらいかな。1年ぶりの気持ちよい驚くぐらいに美味しいです。びっくりしてる。ちょっとびっくりしてるなこれ。本当にうますぎる。感動してるちょっと感動してます。ちょっとこれは動画の刺身ですが、いただきます。動画はもちもち感のある刺身ですけど、カワハギのうまいな。動画ちょっといつも食べてるんで、いつもの味っていうのもありますけど、カワハギはね、もう年に一遍ぐらいしか、ほんとこの時期しか入らないんですよね。底引きも。しかも入ってもね、ちっちゃいのしか入りません。釣りの人たちが釣ってくるような大きいようなやつはね、底引きには入らないんですよね。カワハギうまっ。カワハギの歯ごたえもさることながら、圧倒的にこの肝醤油がもうちょっと普通じゃないな、美味しさ。ただ今日のメインは近所の釣りの方からいただいたより中の後輩ですけど、これなんでね。わさびいるな。わさびちょっと酔っ払ってわさび忘れましたけど、ちょっと本気で酔っとるな。ブッカーズのおかげで。ブッカーズ 63% 飲みすぎました。いただきます。佐護市です。
うまい。佐護市とは思えん。甘い。もう佐護市じゃないなこれ。春の佐原より秋の佐護市はこれ佐原だったらもう油すごすぎるでしょうねこれ。佐護市半端ねえなこれうまさ。いやこれはでかしお剣。いやこれはうまい。ヒラメもねイワシを吐き出してますんで、イワシを食べに佐護市佐原が寄ってきてるんだと思います。今回もご視聴ありがとうございました。ちょっとこれはちょっともう料理屋にも通えないぐらいの、酒はうまいし魚はうまいし料理屋にも行けない。あそこが火が当たる。